やっぱり今も人口もだいぶ少なくなったし、結局危ない、汚い、そういう仕事はみんな若い人たちは避けていくし。で、だからというあれじゃないんですけど、やっぱり、機械化しましたですね。昔は一人職人が角材からカンナで削って何本だったかな、20本いかなかったですもんね。と、今ではもう機械化してるから、150本ぐらい一人で削ります。それだけやっぱり機械化して持っていってるから、結局それだけの、人数はもう確保しなくてもよくはなってきたわけですね。だから機械化してるから、職人という人がやっぱりだいぶ少なくはなりましたですけどね。だからいろんな、ほとんどもうちで結局機械化して、皆さんそれをそのままのやり方でやられていますけど、もう今工場にずっと作業台が並んでるぐらい、皆さんあそこにずっと36人ぐらい並んでやってました。ずっと削ってた。1日も20本ぐらいしかできないから、30人でも結局そんなんできないんですよ。そういうやり方だったから、ちょっと私も、ちょっと学校出て、機械化にだいぶ開発して、今の機械化で結局人数もそういらなくなってきたわけですけど。だからいろんなそういう面でやっぱり現代の名工とか、そういう賞をいただけたんじゃないかなと思うんですよね。なんかな、やっぱりこういう小さい会社というか、伝統を継いでいくような仕事をしているところは、やっぱり行政の方もちょっと加勢してもらいたいんですよね。やっぱり。そういう、なんかな、給料面にしてもですよ。もう、やっぱりそういう職人になるまでは、全然結局、ね、使い物にならないとか、ただ給料をやらないと、会社がやらないといけないわけですから、3年5年もですね。そうやってどうにか職人になって、会社のために生産してくれて、会社側もどうにか収入になってくるわけですけど、5年間はほとんど、もう、ただで、ね、結局教えながらお金をやるようなやり方ですから、昔のやり方と全く一緒ですから、やっぱり会社側は続きませんよね。もう本当、若い者を高い賃金でもういっぱい入れたいんだけど、即倒産でしょう。会社がそういうことをやってたらですね。だから、今いる人間で頑張らないと仕方がないというようなやり方ですよね。もう今、まだ学生なもんですからですね。でも後を継いでもどんなもんかなとはやっぱ思いますよね。こういう、ね、流れで、行政も全然力も貸してくれないし、自分たちで、ね、従業員を見つけたり、材料を見つけたり、そう言いながら、やっぱり日本剣道のために、やっぱどうしても木刀がいるわけですから、やっぱり生産していかないといけないという。もうこの従業員の中でもやっぱり怪我でもしたら、もうそれこそストップになりますもんね、生産がですね。大変です。やっぱり先を考えたら。もう今はだから一生懸命やるしかないです。先は先でまた息子が考えていくだろうからですよ。選ぶような感じの量が出ませんからですね。だからもう仕方なくやっぱりもうほとんど仕入れて、それからその品物の用途によって変えていきます。もう以前はもうこういう小さいのいらないって言ってたのが、やっぱりもうそういうことを言っておられる。やっぱり小さいのは小さいので、やっぱり小刀とかそういう短いのを取ったりですね。持っていかないともう丸太の量が出てこないです。以前はもうその食材でないといけない、やっぱりせいぜい50年経ってないといけないとかですね、中に黒が入ってたらいけないとかですね、いろんな苦情じみたことは言いながらやっぱり購入してましたけど、もうそういうこと言ってたらもう全然丸太が足らなくなるんです。そういうもう状況ですね今。
切るっていうか、まあ、その板にするときはもう板にするときはもう結局丸太を板にするわけですから、まあ、芯の方になるともう正目になってくる。横の方に行ったらやっぱり板目になってくるとか、まあ、年輪がこうあるわけですから、どうしても正目と板目はこう、一枚とも正目という板にはならないんですね。丸太をもうその板にこうするわけですから。だから、まあ、杉の80年、100年ぐらいの杉材で四方正が2本か3本しか取れないっていうのと一緒で、もう木刀に関してそういう綺麗な木の芽のっていうのはもうなかなか取れないですね。もうそういうもったいないような取り方はできないです。全部の材料を生かさないといけないからですね。だから横のに痛みが来れば横の方に曲がるし、やっぱり上の峰の方に痛みが来ればやっぱり上の方にやっぱ反るし、木はもう生きてますからやっぱり好きなように曲がります、やっぱり。だから保管の仕方ですよね。ちゃんとしたもうまっすぐ床にパッと影に寝しとったりすればもう腐らないんですけど、斜めに立てとったり日に当たるところに置いとったりすればもう曲がります。それはもうその本人の心がけ一つですよ。どんどん増えてきてるんですけど、増えてくる反面に今度は材料が少なくなっているからどんどん難しくなってきてるんですよ。ほんと綺麗なマサの取った材料でバーッと取ってやりたいんだけど、なかなか全部生かしつかないといけないから、ここまではちょっとごめんだけど出荷させてくださいっていうような感じでやっぱり出します。やっぱり仕方がないからですね。皆さんやっぱり自分のことが精一杯で人のことまではどうにか、言葉では言われてもやっぱりそれを身をもって行動に移していただけるような方はまだ今んとこないですね。大変だな、どうにかしましょうまではあるんだけど、その先がやっぱりなかなか、その方もまたその上の人にお願いしないといけない場面になるわけですから、先が進まないですね。Such wood of outstanding quality comes from the Kirishima Sankei forest growing around an active volcano group in the middle of South Kyushu. Kirishima Yaku is one of Japan's most beautiful national parks, famous for its sacred and awe-inspiring nature. According to the Kojiki, the oldest extant chronicle in Japan, this is where the grandson of the sun goddess Amaterasu, god Ninigi no Mikoto, descended from heaven to rule over the earth. He's honored in the wooden Kirishima shrine that had to be rebuilt several times after being destroyed by volcanic eruptions.もうだいぶ菓子よりやっぱり弱いですよね。やっぱり椿の場合は。結局もう本ビアがないから結局代用品として椿を光沢も似てるし、重量はちょっと軽いけどですね、色艶とかそういうのはもうそっくりですからですね、わからないからですね。だからもうそういう、僕当時のあれはビアという感じで、もう昔からの、ね、有名な本ビアですから、どうしても昔から本ビアという注文が、もう本ビアないわけですから、ほとんど。さっき作業したように、あんだけの3本の丸太で何本取れたですかね。今も3本、今これダメだったっていうような感じで持ってきたから、やっぱりもう丸太3本で6本ぐらいしか取れてないってことですよね。傷のないというか、単なるもう傷がないやつがですね。そのような状態ですから、100年以上経ったビアの木が3本で6本ぐらいしか取れないので、それをまた、あれも何年ぐらい寝てるかな、10年近く熱せた材料です。
うーん、合気道にやっぱもう白かししかないですよね。合気道に使うのはもう白かししかないし、まあ椿の場合はまああれも癖が悪くてこうよく癖るんですよ。あれも材質がですね、まあこれと似たような感じですよ。やっぱりこう癖る率が多いし、あんまり乾燥させるとこんな軽くなるしですね、椿の場合はですね。まあ木刀とすれば飾り物とか、まあ贈り物とか、まあ実際ちょっとした型をするとか、そういうのにはまあいいわけですけど、まあおすすめだけど、まあ実際打ち合とかそういうのはあんまり勧めないですね、椿の場合はですね。まあ光沢なんか綺麗なんですけどね、木の芽も綺麗だし、まあ好き好きですよね。もう木の材料が好きな人はやっぱり椿をよく買われますけどですね。ああ、だから木が好きな、そうそう、木の好きな人はやっぱり買われます、やっぱり椿をですね。椿もこう、ね、油でした時はもう綺麗です。今度、椿も油磨きもしたらですね、煮するのなくて油にした方が僕は好きですね、椿の場合は。あるんですよ。あるんだけど、それこそ営林署の山です。国の山です。ほとんど、霧島山自体がもう国のあれですから、もういっぱいあります。だから、営林署の方に一緒にやっぱり同じ業者と、もう松崎さんとか新田さん一緒に陳情に行ったんですけど、営林署に。霧島付近にある市菓子、まあ、菓子ですね、赤菓子なんかも出してくださいよって言ったんだけど、いやー、そこはまたちょっと保山帯っていうかな、なんか結局切られないその場所なんだよって言って、もうあるからもう切ってもいいですがね、邪魔になるからって言っても、いや、切られないって言って。あります。いっぱいあるんですけどね。利用させてもらえればいいんだけど、なかなか。あんまり大きくなるとまた、ね、木の質が悪くなるんですよね。あんまり大きいのはですね。だから今ちょうど使えるぐらいのはいっぱい霧島にあります。本当行くんだったらもうチェーンソー持って行ってちょっと何本か持ってきてください。私もビアの木に関してはほとんどブラブラするとき、ほとんど家の横なんかにヒューって立ってるときあるんですよ、ビアの木が。でパーッと降りていって家の人に交渉してパーッと切って、そういうやって集めたビアの木ばっかりなんですよ。ビアの木は木材市場に出てこないんですよ。自分で見つけて自分で切っていかないとですね。だから皆さん持っていらっしゃらないんですよ。月に何本ぐらい出るかな、本ビア。5本か6本ぐらいでしょうかね、本ビアの出るのはですね。あんまりいっぱい出てもらうと、もう、ビア探しに1日かかっとかないといけない。そのくらいでちょうどいいです、やっぱり。まあ年間にやっぱり10本、12、3本はやっぱり探しますからですね。徐々にこう、順繰り回るような感じで。で、たまにはもう、うちがいるということを、もう山の切り出しの人たちが知ってるから、連絡が来るんですよ。ビアの木切ったんだけど、いりますかって言って、さあもうぜひお願いしますって、わざわざ持ってきてもらうんですけどね。辛抱のいいとこだけを持ってきてもらうんですね。ビアの木っていうのはですね、もう下の方から枝が出てるんですよ。枝が出てるところはもう節になるからもう芽が切れるんですよ。だから僕との場合1メーターはまっすぐ1メーター長さがいるわけですから1メーター10センチのところから枝が出たのはその1メーター10センチは使えるんですよ。だから下からもう途中から枝が出てるのはいくら大きくても木刀にならないんですよ。もう芽が切れるから。だからビアの木がいっぱいあるようでないんですよ、だから。
食材がないんです。それが大変なんですよ、この食材を見つけるのが。だから今植えてますよ、で、いっぱいここあるんだけど、あそこのうちの角にあるビワの木がよく芽が出るもんですから、もうポン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 いっぱい植えてます、他のところにも。もう間に合わないだろうけど、私には。This is at the Aramaki workshop where everything started, and this is where the bokken we know today was invented. But it sounds obvious that the future isn't as bright as was the past, and many problems of our generation have to be faced to ensure the survival of this ancient tradition. With this production, we want to raise awareness, support the artisans, and with it, no matter the adversity, contribute to the future of the art.